こんにちは、MC パークです。メリクリですね。いかがお過ごしでしょうか。去年この言葉を言ってからもう1年経ったんですね。早い。1年経つの。まあ1年の振り返りはね、後で年末にまた1回やるとして、今日はね、クリスマスなんでクリスマスプレゼントをねちょっと買いに向かってますね。で、今日買う相手はオースティンです。まあね、オースティンバイク乗りなんで、なんかバイク用品あげようかなと思って、サイクルギア、アメリカのバイク用品店ですねに向かっているところです。まあまだ何を買うかはね決めてはないんですよ。何買おうかね。バイク乗りが喜ぶクリスマスプレゼントって何なんだろうな。去年はあれだね、ネックウォーマーあげましたね。なんかあれ喜んでくれてましたね。使ってくれてるのかな多分で。まあ持論なんですけど、ちょうどいいプレゼント、友達とかにあげるね、ちょうどいいプレゼントってその人が一番欲しいものではないと思うんですよ、実は。むしろその人が一番欲しいものからちょい下ぐらい、5番目か6番目ぐらいいいなって思うけど、自分でお金出すほどではないみたいなやつが多分ね一番ちょうどいいプレゼントだと思いますね。子供の場合は別ですよ。子供はね、一番欲しいものあげときは一番喜ぶんでそれでいいんですけど、大人は多分ね一番欲しいものって自分で買いたいと思うんですよ。あとだいぶね一番欲しいものってこだわりあると思うんで、こっちがね送る側がなんかね間違える可能性が非常に高い。はい、なので、今日はねオースティンが5番目ぐらいに欲しいものを、買いに行くという非常に難しいミッションですね。あと20分ぐらいで着くんですけども、その間にちょっとなんか考えとかなきゃいけない。まあでも行きゃなんかあるでしょ。話変わりますけど、BMW が新しいモデルいくつか発表しましたね。で、R1300 かはちょっと前に発表されたんでそれは知ってはいたんですけども、 R90 のなんか進化系が出ましたね。なんだっけ、 R1290 と、あとよいしょ、R1200 か GS とか RS とかじゃない、R1200 っていうのが出ました。ちょっと1個訂正です。 R1200 って言ってますけど正しくは R12 ですね。言い間違いです、すいません。で、まあね、1290 はまあ正当進化だなっていう感じでそんなに驚きもなかったんですけど、R1200 ね、かっこいいね。R90 のクルーザー版みたいな感じですね。2年ぐらい前かな、2、3年ぐらい前にいくつだっけ、 R1800 だっけが大きいクルーザー出ましたよね。 R18 か、 R18 のあれのなんかねちっちゃくした版、あれと R9 と融合したような形してるんですけど、あれねかっこいい。もし GS 持ってなかったとしたらメインバイクとしてねちょっと考えたかもしれないぐらい、スタイルにね久々にときめきましたね。かっけえと思いました。ただちょっと不思議に思ったのが、エンジンスペック見たんですよ。エンジンとか、あと体重じゃねえな、なんだ車重とか見たんですけど、R90 よりか10キロぐらい重くなってるんですよ。でクルーザー系なんで仕方ないのかなとは思ったんですよ。なんかこう乗り心地アップさせるためになんか肉厚にしたりとかしてんのかなと思って、それはいいなと思ったんですけど、馬力もトルクも落ちてるんですよ。確か R90 って110馬力ぐらいありましたよね。でも R1200 はね100馬力切ってたと思う。90何馬力とかそれでいってね、トルクも減ってるんですよ。だからこれ何がしたいんだろうって思いましたね。まあさ、 R90 により比べて重くなるのは別にさっきも言ったよりいいんですけど、軽快さは R90 の方があるけど、でもその分こうなんかトルクフルな感じで、そんなにアクセルひねらなくてもこう快調に進めるみたいな、なんかさそういうキャラクター付けをしたらいいのにと思ったんですけど、単純にR90 のエンジンよりかなんか劣ってる感じがしたんですよ。僕がスペック見間違えたのかもしれないですけど、だからさあれ不思議ですよね。乗ったら楽しいのかもしれないですけどね、そういうのも分かんないですけど、だから試乗の機会があったらちょっと乗ってみたいなとは思いますね。せめて生で見てみたいですね。
で BMW のその新しいモデルの中にさっき言ったその R1300、 さっきも言いましたけどちょっと前に出たやつですね。であんまり気にしてなかったんですけど、この間ちょっとプロモーションの動画とか見てたんですけど、かっこいいね。あれもあれ確か今の GS よりか10キロぐらい軽くなってたと思う。でそれでいてパワーもなんか10馬力ぐらい上がってますよね。さっきの R1200 とちょっと真逆の素晴らしい進化をしてるんですけども、あれね多分乗ったらすげえ楽しいと思う。特に今 GS に乗ってる人たちがR1300 に試乗したらね、結構違いというかね、楽しさがすげえ上がってるように感じると思う。なんかいろいろ進化してますよね。このウィンドスクリーンが電動でウィーンって上がるようになったり、あとアダプティブクルーズコントロールって言って、前の車がこう遅かったり速かったりしたらこう速度調整勝手にしてくれるっていう、車間をね一定に勝手に保ってくれるっていう機能もついてたりとか、なんかねすごいんですよ。いろいろ説明するとそれで1本動画になっちゃうんで割愛しますけど、めちゃくちゃ進化してますね。バイクの未来です。未来のバイクか。未来のバイクですね。あれもさっきの R1200 じゃないですけど、もし今この GS これ持ってなかったとしたらちょっとねメインバイクとして考えたかもしれないですね。でも考えねえな、あれ価格見ました？確か1万8000ドルぐらいしたと思う。バイクで1万8000ちょっと出せねえよな。あとさ、そう価格以外にもちょっと残念だったのがさ、ヘッドライトね。このアシンメトリーのヘッドライトって GS のさアイコンじゃないですか。スカイラインで言ったら後ろの微灯っつうの、テールランプ、あれがさちょっと今回からなくなっちゃったっていうのはちょっと寂しいですけどね。はい、そんな話してるうちにもう着きましたね。よいしょ。モーターサイクルオンリー。はい、じゃあ見ていきますね。Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. はい、とりあえず変えてよかったですね。さっきも見せましたけども、ヘルメット、シールドの曇り止めと、このグローブのね指先につけるスマホ感知センサーみたいなのと、あとスズキの帽子ですね。はい、じゃあ今日の動画ねこの辺で終わらせておこうと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。動画の役に立てた方はぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。じゃあ次の動画は、多分年末のね走り納めになると思いますね。はい、じゃあ皆様良いクリスマスをお過ごしください。じゃあね。A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side.